どうも、こんにちは、デミコです。まあ、今日はね、雲がほとんどなくてね、晴れ間が広がっててね、いいお天気なんですけど、むっちゃ寒いんです。はい。むっちゃ寒い。どういうこと？冬みたいに寒いわ、もう。ストーブないの辛いぐらい、ちょっと私的には。まあでもね、寒いのは足元かな。体はそうでもね、足元がスー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 するみたいで、寒くって、靴下、もう冬用のあれですよ、ルーム、ソックスをね、履いてるんですけど、もうそんぐらい寒い。どんぐらい寒いかっていうとですね、気温でですね、朝の気温がね、5度です。はい。5度。昼間が行って、今日なんかは寒いで15度、とか17度とか。夜ね、5度。さすがにね、シーツで寝てたうちの家人もね、寒いっつってね、出すっつって、布団出すっつって言ってましたね。うん。そんな中ですね、私昨日の夜、ですね、ですね、まだね、蚊がおりましてですね、で、ほぼ寝てません。はい、邪魔されて蚊に、刺されるの嫌なんで、おいますじゃないですか。でね、布団から顔しか出てないから、ね、こめかみとか、眉毛の上とか、ほっぺたとか、顎とか刺されたわけです。刺されたんです。はい。はい。ほんなんでね、一晩中寝れなくてですね。でね、まあ、お昼寝もしてないんでね、今日ね、やってる間に眠くなるかもしれないと思いつつ撮ってるんですけど、まあ、ちょっとナチュラルハイ状態ですね、言ったら。はい。なんか喋り方おかしいかもしれません。でも多分いつもとほとんど変わらないと思います。はい。いつもこんな感じだと思いますんで。はい。で、まあ、ほとんど寝れなかったんですけど、しょうがないからね、もうね、殺虫剤持ってきました。いや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 、ナチュラル成分でできてる殺虫剤なんですけど、で匂いがね、あんま好きじゃないんだよね、やっぱりね、殺虫剤ってね。でね、ナチュラルなやつだから効きも弱いしなーとか思って、まあ、シュッとさっき見つけたからね、顔ね、私の、大事な、指も刺されたね。こことね、ここ刺されたんよ。寝てる間に。触るとまた痒くなるから触んないけど、まあ、ここちょっと赤くなってるからわかると思うけど、こことさ、ね。で、顔もさ、4箇所ぐらい刺されてさ、まあ、幸いなことにまぶたじゃなかったからいいけどね。まあ、まぶたもよく刺されるんですよ、私。うん、まぶたも刺されるの。でも、まぶたじゃなかったからよかった。うん。まあまあまあ、まあまあまあ、そんな感じで。はい。で、見つけたんでね、シュッとかけたらね、聞きました。はい。効きが弱いからどうかなと思ったんだけど、まあ、さすがに蚊ぐらいだと効くかな。うん。まあまあまあ、でも、ハエと蚊用なんで、ハエにも効くから、まあ、蚊にも効くだろうっていう話なんですけど、まあまあ、そんな話はどうでもいいですね。はい。すいません。前置き長くてすいません。はい。今日はね、今日何やるかっていう話なんですね。今日、何やるか。皆さん、今日はですね、モザイク編みはね、お休みでございます。はい。はっきりとお休みでございます。でもモチーフやるじゃんって。そうそう、モチーフやるんですよ。モチーフやるんですけど、ちょっと説明します。はい。今日はですね、こちらをやります。はい。こちらやるんですね。これよーく見てください。でもよーく見てください。これ中心部分からこうやって編んでいくんですね。こうやって編んでいくんですよ。ね。よーく見てください。別に、モザイク編みしなくてもいいんじゃねということでございます。はい。はい。別にわざわざモザイク編みしなくてもよくない？でも見た目はそれっぽくなるんで。なので今日はね、まあ一応モザイク編みと目打ってますが、今日は一応この中ではお休みの日です。はい。モザイク編みお休みの日。じゃあね、どんなことになるのかっていうのをちょっとお見せします。はい。ペロン。はい。ほとんど変わりませんね。はい。まあ、ほとんど変わりません。これね、ちょっとこっち側に置くけど。ほとんど変わりません。筋編みですね。ここずーっと筋編み。ここだけ長編み。あれ裏普通はモザイク編みをすると、先日のやつの例を取ってひっくり返すと、これ必ずこうやってね、しましま模様になるわけですよ。一段一段。書いていくから。でも、あれここ。そうなんですよ。ここ。ですね、普通に長編みしただけです。はい。なのでね、今日は、モザイク編みはお休みです。はい。ですが、これをこのままね、やろうと思って。はい。なんでモザイク編みにしないのここって言ったら無駄だから。まあ、単純に無駄だから。はい。
ですよ。はい。で、厚みも出るし、ね。だったらまあたまにはお休みしてということで今日は簡単にこれをやっていこうと思います。こんなのね、別に私がね、やらなくたってね、パッと見分かりますよ、皆さん。分かりますけれども、はい。それでもやっていきます。はい。じゃあ今日はね、これをね、やっていこうと思いますけれども、はい。何日目ここだから7日目。はい。じゃあ、7日目でもモザイクはミアお休み、実は。はい。というわけで、はい。さっさとやっていこうと思いますよ。はい。今日は、こっち側ですね。482番ちゅうことでね、こっちやってるんですけども、これしかないわ。やべえや、足りねえやって話で、これ買いに行かなきゃな。明日か。ちょっと待って、今日何曜日？今日日曜。今日は9月の15日。はい、9月15日日曜日。というわけで、ですね、明日、明後日買い物行くから、その時にちょっと買ってこようかなと、はい、思います。はい。じゃあこれをね、どうやるかって。ただ、私的なやり方でやるんで、どこ立ち上がりっていうことになってるわけですね。はい。まあ立ち上がりここです、はっきり言って。ここでやってきます。なので、今まで編んでいた、モザイク編みの立ち上がり場所よりも一つずらします。はい。それは、どういうこと？つまり、ここでね、長編み入れてるじゃないですか。で、私、ここ長編み普通に入れてます。こうやって。普通の長編みのように入れてます。そうじゃなくてもいいんですけど、そうすると、一つのこの前段のところのね、鎖編みに二つこうやって目入れなきゃいけないんで、まあ、全部拾うことにしました、ここは。ってことは、私がいつも編む編み方でここもやっていこうということなので、立ち上がりの場所がずれます。それだけです。注意しなきゃいけないのは。はい。で、ちょい前に私がやったソリッド、なんだっけ、グラニースクエアですね。はい。それのやり方と同じ風になってます。要はね。で、それを見てくださった方は、ああ、そういうことねってね。立ち上がり方そういうことねって、分かっていただけると思うんですが、見てない方は、まあ、チラ見していただいてもいいですし、まあ、ここでも説明しますけどね。はい。じゃあ、そんな感じでやっていこうと思います。はい。なので、これもね、同じように真ん中はね、閉じていきます。はい。閉じてやっていきますよ。はい。じゃあ、最初、作り目。1段目ですね。はい。引っ掛けて、これも同じように、4目の細編みの四角の作り目ですね。はい。1つ細編みをしたら、角の鎖編みを2つ入れるやつを4回やりますね。はい。細編み、角、細編み、角。はい、これです。で、これでビュッと引っ張って、ギュッと閉じて、ね、ギューッと閉じて、はい。真ん中潰れるほど閉じてくださいね。ちゃんとね、しっかり。はい。はい。ギュッと。はい。で、そしたら、これを切って、はい。で、閉じます。これはね、同じように閉じればいいです。はい。ね、ここの一番最初の細編みの頭に新しく今頭を作ってあげるので、こっちはもう一つ先っちょですね。先に入れて閉じます。鎖目の閉じ方ですね。はい。で、糸が出てるところ同じ穴に戻してあげて、はい。で、ね、綺麗に芽が出るように細工してあげたら、はい、こっち戻します。左側にね、戻して芽を整えます。はい。あとは糸処理をしてきますね。これはあれです。適当にこの中心の、はい、細編みのところにね入れていくだけです。ぐるぐるっつってね。はい。はい、こっちも処理をしてしまいます。こいつもね、一緒に。これ真ん中中心引っ張ったやつですね。これも、はい、入れてってあげちゃいます。はい。はい、そしたら、直近。はい。はい。というわけで、中心の四角ができました。じゃあね、ここから早速、始めてまいろうと思いますよ。はい。さあ、じゃあ、どこに通すかってことですね。はい。
で、いつもだったらね、ど真ん中ですね。3辺あるど真ん中から取るんですけど、今回は角っこ、ここで立ち上がるようにします。角っこで。はい。なので、右から数えて1、2、3番目です。3番目の鎖編み。はい。鎖編みの目の中に、なんかおかしくねえか、大丈夫か、見づらいからちょっとこっちにしよう。はい。3番目の目のところに針を入れて、ここから立ち上がっていきます。はい。白い糸、白い糸、プリーズ。はい。はい。で、これ引っ掛けて、閉じて。よく立ち上がりますね。立ち上がると。はい。で、そしたら、まあそのまま1、2と、はい、2つ編んでください。なので3つですね。3つ。で、すぐ次に行きます。ここです。ね、これ角っこの2つです。今、立ち上がった部分なんですけど、すぐもう、ここ一番最後の穴じゃない、目ね。一番最後の目なので、この後は鎖編みですね。なので立ち上がって、鎖2つ。つまり鎖3つですね。ここね、最初のところはね。鎖3つやったら、こっちの辺に移動ですね。はい。こっちの辺に移動して、筋編みで細編みを編んでいきます。はい。筋編みで細編みを編んでいく。はい。で、角。まあ、ここは一緒ですわ。ね。ここ間違えて拾わないように、ここですね。はい。はい。1。まあ、ここですわ。2、3。で、角。1、2、3で、角。はい。1、2。はい。で、ここ来ました。ね。ここ立ち上がっただけです。やっぱり。いつもと同じように立ち上がっただけなので、ここに最後に細編みを入れます。これは変えません。同じようにやっていきます。はい。ここがあれですね。今回のモザイク編みの名残ということでこれだけはこのままやっていきます。じゃないと、同じところでずっと縦にこうやって立ち上がりが縦に上がっちゃうんで、斜めにやっていくためにこうやってます。はい。で、最後の目に入れました。そしたらお隣の目いきますね。これお隣の目っていうのが、このこの段で編んだ鎖編みの部分です。はい。一番端っこの目です。はい。入れたら、じゃあ、こっち入れていきますね。はい。はい。入れて、はい。キュッと止めます。キュッとね、止めて、しっかり止めて。はい。で、そしたら、同じです。1、2で立ち上がりじゃないや、角っこの分編みますね。で、そしたらこっちに移って、またこれひたすら筋編みをしていくだけです。はい。今回はもうほぼこれです。はい。簡単。なので今回は休憩ということになりますね。ちょっとお休み、休憩タイム。はい。ゆったり楽に頭をあまり使わずして編める回となっております。はい。はい。こんな感じでね。はい。ひたすら筋編みやっていきますよ。この段ね。はい。まあ今回の動画ちょっと短くなるんじゃないか。だから超簡単だからね。はい。じゃあこれを編んでいきますよ。はい、立ち上がった場所まで来ました。そしたらいつもと一緒です。ここも、細編みを最後に入れるので、同じように糸が出ているところですね。ここね、根元。糸が出てるところ、ね。この目、糸が出ているところに刺して、さらに引き上げて、ここですね。さらにこの奥、ここに入れて、持ち上げながら最後に細編みをします。で、ぎゅーっと引っ張って、ぎゅーっと引っ張って。はい。で、隣の目、4段目。隣の目に針を入れて、で、引き抜きます。で、止めると。で、止めたら、1、2ですね。はい。で、こっち行ったら、ひたすら細編みを筋編みで入れていく。はい。じゃあ、この段もずっと細編みを入れていきます。はい。はい。
ここも一緒ですね。全部同じように立ち上がっていきます。引っ掛けて、細編みをして、ギュッと引っ張って、ギュッと引っ張って。で、そしたら隣の目に針を入れて、糸を引き出して、止めたら、1、2ですね。はい。で、またさらに、細編みをやっていきます。これ何段目？これ5段目。はい。はい、ここももちろん同じように細編みをして、ね、最後に細編みを入れてあげて、はい。で、ギュッと引っ張る。はい。これで5段目まで編めました。はい。で、6段目も同じように。まあ言ったらね、7段目までこれでいきます。はい。7段目までこれでいくんで、じゃあこの次の白いのともう一回このブルーのやつですね。色のやつですね。はい。同じことをやります。なのでね、じゃあ一気にいっちゃいましょうか。ね。7段目まで一気にいっちゃおうと思います。これでね。はい。はい、ここまで来ました。はい、これね、7段目までずっとこの筋編みをしてね、編んできました。サイズ大丈夫かなっていう話ですね。サイズ大丈夫かな、サイズ、あれ、ちょっと大きめになっちゃったかな。なんかちょっと、なんかちょっと大きめになっちゃった。これね、気をつけて編まないとね、若干大きめになっちゃうんだよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。気をつけよう。はい。はい。なんかほんのり気持ち1ミリぐらい大きくなってんだ。1ミリぐらいですから、はい、頑張って次締めていきますよ。はい、次でございます。問題は次です。はい。これ見ていただくとわかるんですけど、今ここのね、根元のとこ編んできたわけです。その次に入ってるのが長編みでございます。なんでここ直接長編み入れてないの？それは目数が合わないからでございますよ。もちろんね。はい。で、何をやったのかっていうと、本来は次はここで白が入るわけですね。それを省略するだけでございます。はい。それを省略するんです。なので、今ここで長編みを入れずに、1個これを編んだ後に、白が入ってる体で長編みを入れていくってことですね。ただ、目を合わせなきゃいけないので、でもこれは普通に、あれです。目を合わせなきゃいけないので、まあ、ここでぐさっと刺してね、最後ね、これも引き上げてあげて、一応ね、最後にもう一回編むんでね。で、これ細編みで留めるじゃないですか。ね。留めました。はい。で、ここに、長編みをね、編み入れていくんですけど、普通に。私がさっき言ったように、ソリッドグラニースクエアをやったようにやっていくんですね。で、やり方としては、今までやってきたモザイク編みのその、やり方と同じように、まず目をね、進めてきますね。こうやって入れます。で、次、こいつじゃないですよ。はい。同じ糸拾いますね。はい。同じ糸やって引き抜きます。同じようにやってきます。はい。引き抜きます。引き抜いたらここで、ね、普通だったら細編みなので立ち上がるの2つ。でも、長編みなので、2つ。私、長編みの場合は、2つで立ち上がります。こういう場合には。はい。あんまりボヨヨーンってしたくないので、2つで立ち上がって、角の分ですね。全部で4つで、まず最初スタートします。で、そうしたら、ここの角っこ、ここありますね。本来であれば、ここ同じ目に入れていきたいところですが、同じところに入れて、で、ここはいいんですよ。ここはまだいいんですけど、ここですね。ここにまた同じところに2つ入れるとビヨーンってなるのがちょっと嫌なんで、ここはもう素直に普通に拾ってしまいます。ただ今、角っこやりましたね。角っこの分を編んでるんで、もう一回最後ここに入ります。根元に入ります。だから、これが2つで上がってるんですね。ここに根元で入るんで、これ3つやっちゃうとこれがボヨヨンってちょっと長すぎるわけです。はい。
なので、ここは最後に一つ編み入れるとして、次、こっちの辺に先に行きます。はい。とりあえず立ち上がってますね。で、角の2つ分を編みました。そしたら、ここに、この束で拾いますね。普通に束で拾っていいです。まるでソリッド、グラニースクエアのように、角っこに長編みを2つ入れます。で、そしたら、あとは普通に長編み入れていいです。筋編みにする必要ないです。はい。結局、なぜかっていうとですね、結局拾うのが手前なんですね、ここね。この手前の筋を拾うじゃないですか。外からの見た目っていうのは、拾った方が確かにね、こう、ちょっと違うかもしれない。でも、ね、ちょっと被る感じがあるかもしれない。でも、結局拾ってるところは一緒なんで、はい。なので、ここまでほどいちゃった。はい。ここね、ここ2つ入れるでしょ、カード。そしたら、もう普通に、1目ずつ、普通に長編みを入れていいです。はい。見た目は変わりません。ほとんど。で、しかもこれをやった方が、安定するじゃないですか、目が。こっちが浮かないんで。手前しか取らないと、この筋のね、手前の半目の筋だけしか取らないと、こう、なんつうの、ここに段ができる。ね。段ができるんで、いや別にそれでもいいんですけど、ね、モザイク編みの雰囲気を出したければ、それでもいいとは思います。ただ、まあ別に、そんなに変わんないから、言ったら。ね。ここがちょっと、こう段になるだけで、筋ができるだけで裏に。でも普通に編んだって表から見た目はほとんど変わらなければ、まあ普通に編んでいいと思います。はい。というわけでこんな感じですね。はい。とりあえず一辺編みますね。ここね。ちょっとしっかり編みますけど、私は、あれなんで、ちょっとデカめになっちゃったんで、はい。ちょっと低くなるように編みますけど、高さがね。で、ここはあんまりなんつうの、モザイク編みを編む時のように、長編みのね、高さをね、そこまで気にしなくていいと思います。はい。あんまり気にしなくてもいいと思います。ここはそんなにブワンってならないと思うんで。はい。で、こうやって編んでいきますね。端っこまでね。しっかり最後の目まで編み入れました。で、角っこに来ました。はい。角っこに来たら角っこ。まず長編み2つ入れますね。はい。長編みを2つ入れます。はい。で、角。で、そしたらまた、この同じ角っこ束で、長編みを2つ入れます。なので、この角っこに長編みが4つ入ってる感じになりますね。ここ2つ残してね。目を2つ、鎖編みを残して、ここ2個入ってます。はい。で、そしたらあと1目に1つずつ長編みを入れていきます。これで目が揃いますんでね。はい。というわけで、この段はひたすら長編みでございます。はい。今日はモザイク編みはですのでございません。はい。じゃあ、この段を長編みでずっと編んでいきます。いや、今回は動画短いですよ、これ。おまけやるか？長いおまけやる？でも久々に短い動画っつうのもいいかな。なんつっていろいろ考えてるんですけど、まあどうするかは、最後終わるときにね、なんか喋ることあったらそれで考えようかな。どうしようかな。なんて今これを編みながら迷ってるんでござるよ。はい。はい、最後の目まで編んできましたね。最後、普通に細編みを入れる目まで編んできました。そしたらですね、ここ、あともう一つ入れなきゃいけません。はい。なので、ここは、ここのね、束で拾うところにもう一つ入れます。長編みを。これが私のやり方なんですけど、で、こう入れます。で、どこに入れるかって言ったら、普通にね、立ち上がる場所に入れればいいので、ここに1、2ってありますね。1、2の鎖を、鎖編みか。ね。鎖編みの目を2つ残して3番目ですね。3番目に入れて、こいつを引き上げていきます。はい。引き上げて、というか、まあ、引っ張り上げていくんですけど、だからその時にここで一緒にね、持ち上げてあげたらいいんですけどね。ここ
こうやって持ち上げてあげて、で最後こうピッとやって、はい。で鎖目の123、左から3番目、ここに針を入れて、これを引っ張り出します。はい。で止める。はい。これでいいです。はい。こんな感じで、邪魔ですな。はい。こんな感じで編めたと思います。はい。これで目の数が合ってるので、不安の方は、数えてみたらいいかとは思いますが、これで OK でございます。はい。で、次どうしていくかと、次はまたひたすら同じように細編みでございます。はい。もう超簡単今日はっていう話ですね。はい。これはね、本当にね、あれですよ、今日は休みです。ね、どうやって編もうかなってね、何回かね、試作っていうかね、試しに編んだ時にね、いやー、モザイクにはしようかなっていかんでみたら、いやでもいちいちやんなくてもいいじゃん、俺って。いやでもモザイク編みって目打ってるからな、モザイク編みに無理やりするかな、いやでもする意味ないよな、とね、結構迷ったんですよ、実はね。実は迷ったんだけど、最終的にはやっぱり、毛糸を無駄にするっていうのもね、ちょっともったいないし、ちゅうことで、こういう形にね、今回はしました。はい。じゃあこれ終わるまで中華、はい、編んできますよ。細編みをね、ここで最後一気に、はい。はい、ここまで編んできました。ここ最後ね、立ち上がったところですね。最初にね、ここ普通にいつも通り、ここの目の中に針を入れて、大元のところにぐさっと刺して持ち上げつつ、最後に細編みを編み入れます。で、ギュッと引っ張って、はい。はい。とりあえずここまで編めました。どうよ、サイズ的には。いい感じ。はい。で、そしたらこの白はもういらないので、直近ですね。はい。早い今日は。ね。はい。で、ここ新しい頭を作ってあげる。ね。最後の細編みっていうか、ここの列の最後の細編みですね。はい。ここに作ってあげるんで、隣に入れます。はい。頭を新しく作ってあげるんで、隣の目に入れてあげて、はい。ちょっと待って。こうなってっからいいんだよね、それでね。はい、それでいいです。はい。最後はここはこれでいいんです。はい。はい。で、ぐさっと刺して、これはいつも通りの感じですね。閉じるとこ最後。最後の細編みのところに頭を作ってあげることになるんで。はい。これでね、立ち上がりの場所がね、いつもの場所に戻ってんですよ、実は。これでね、で、ここじゃないな。この下に入れた方がいいな。はい。で、適当にこっち流してもらって。はい。はい。で、そしたら、一番最後の細編みの頭を半分。ここは違う。こっちで。一番この段のっていうか、この列のね、この辺の一番最後の細編みの頭のところに針を半目で入れて、これを引き抜いて、もうここはもう昨日までと一緒ですね。はい。昨日までっていうか前回までと一緒です。で、こうやって立ち上がりますね。立ち上がったら、隣の目に針を入れて細編みして1、2と。はい。で、そしたらもう細編み普通にしていけば大丈夫です。はい。筋編みで細編みをしていきます。今回も一応他の、モザイク編みっていうことでね合わせてやってるので、全て細編みは、筋編みになってるんですけど、ブーとか落としてんな、どこで工事やってるんだいって話ですね。はい、すいません。ちょっとブーって音がどっか近所どっかのお家で壁に穴開けてる音でございますがはい、ちょっと聞こえたらすいませんっていう話で。ほらね。いやね。はい。じゃあ早送りしますわ。ね。早送りします。はい。最後の目まで来ました。なので、最後の目も、ここね、ちゃんと、最後ほら、閉じるんでちょっと引っ張ってるかきついけど、頑張ってここの穴の中にね。なんならこれ細い方で、ちょっと、はい。
グッとこの穴に入れて、はい。で、根元入れて、引き抜いて、はい。これで終了ですね。はい。これで編み上がりました。はい。なので、チョキ。はい。で、引き抜いて、最後、ここの一番最後の細編みの頭を作ってあげるので、この隣の鎖編みのところに針を入れて、糸を通して、ここはもういつもと一緒ですね。閉じ方はね。はい。はい。で、閉じたら一度左に行き、はい。目を安定させて、はい。で、あとはお好きなように、はい。糸処理。はい。はい、大丈夫ですね。で、もう少し入れといてあげちゃおうかな。はい、できました。はい。そしたら、ちょっと引っ張って、ちょっと引っ張りつつ、はい。ちょっと引っ張りつつ、はい。ちょっと、いくよ。ちょっと引っ張りつつ、はい。はい。これでできた感じ。これでできた感じ。はい。どうでしたろう。はい。さあ、じゃあね、こう見本と比べてみてどうよ、サイズ的には。まあ、大体同じぐらいかな。あ、大丈夫ですね。はいはい。で、まあ、つける前に少しこれ引っ張るんでね、私はね、ちょっと安定させるために引っ張るんで、まあ、大体同じぐらいになってくれるでしょう。っていう話です。ちっちゃいかな。ちっちゃいぐらいがいいんじゃないの？だってさっきちょっと大きいわって言っててね、一生懸命ちょっと縮めたから。まあ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 、いい感じですわ。ね、色もなんか違くていい感じだわ。はい。じゃあ、比べてみましょう。うちね、さっき見たよって話なんですけど、どんな感じかっていうと、まあ、こっち、左に置いた方がいいね。はい。こんな感じになりますね。こんな感じ。ね。まあ、パッと見同じような感じでございますが、やっぱり違いますね。これ立ち上がったところはここですけども。はい。はい。まあ、パッと見、そっくりです。真ん中だけです。違うのは。はい。こんな感じで出来上がりました。今回は、これはね、モザイク編みだけど、全然モザイク編みじゃないよ。っていう話ですけど、まあ、休憩ってことで今日は、はい。たまにはね、ちょっと楽したいわっていう話でね、まあ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 、そんな感じで、たまにはこういうのもいいんじゃないですか。はい。で、立ち上がりの部分、まあ、こうやって見たら分かんないことはないよ。ここはね、確かにね、分かんないことはない。ただ、縦にこうやって入んないからね。この方は私は好きなんです。で、普通に、これが、普通の、例えば、これなんだっけ、ソリッドグラニースクエアとかだと立ち上がり全然目立ちませんからね。このやり方にはどうなのかなっていうご意見もございましょうが、私はこうやってやりましたっていう話でございます。はい。一応モザイク編みのなんていうのかな、ここ最後あと最後止めたよね。止めた。はい。モザイク編みの名残を残しながらのモザイク編みなしということで、ね、今回はこんな感じで、やってまいりましたということで、はい。いかがでしたか？はい。ね、ちょっとこれね、整えてあげて。真四角だから気になるよね、これね。ちょっとね、歪みとかがね。まあ、この辺はブロッキングしてね、はい、ビシッと形を作ればいいかなと思いますけれども。はい。というわけで、本日もね、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。はい。今日はそんなに長くないんじゃないかなと思いますんで、まあ、この後ちょっと、またおまけでおしゃべりしようと思ってます。ということでね。はい。じゃあまた次のね、動画ですぐにお会いしましょうということで、本日はここまで。では、さよなら。いやさ、もうほんと最近喋ること多くて困っちゃうけど、まあ、今回はね、まあまあ、いや、今日はだからね、9月15日なんですよ。9月15日なんで、こう、なんていうのかな。だけど、この動画が出るのはいつか分かりません。分からないんですよ。でも、なるべくね、リアルタイムで本当は出したいよね。でも、それがちょっとできないんで、情報的には遅れた情報になるかもしれませんが、今日はね、今日喋るのはね、大統領選、はい、アメリカの大統領選の、この前の、ディベートね、ディベートあったでしょ？二人のABC でやったやつ。あれについてちょっと話そうと思います。というわけで、はい、おまけ
というわけでね、はい。この前、9月の13日だったかな。ね。9月の12日が日本の自民党の総裁選の告示日で、9月の13日現地時間でね、9月の13日に、デバがあったわけですけど、デバっつうのはディベートね、向こうのね、討論会ですね。候補者のトランプとカマラ・ハリスの討論会、見ました？興味ない人ももしかしているかもしれないんだけど、でもね、アメリカの大統領選っていうのは良くも悪くも日本にものすごい影響を与えるんですよね。やっぱりね、日本との政治とかその日本のこれからにとって重要なんですよね。やっぱりいや日本だけじゃないですね、世界もそうなんですけど、もちろんね重要なんで、あと直接なことじゃないから興味ないわっていう人も結構いるかもしんないけど、ただこの先の日本をこうなんていうのかな、の政治をね担っていくね。それで私らの生活、つまり言ったら私たちの生活に直接関わりあるわけじゃないですか。私はフランスに住んでますけどでもヨーロッパにも関わってくるんでもちろん大事なんですね。なのでやっぱりね興味持って見といた方がいいかなと思うんですよ。でフランスのこの前のフランスじゃないアメリカのこの前のその大統領選のその2人の討論会っていうのをね私は見たんだけれども、もちろんこっちで見たんですね。でこっちで見たのであれはねフランス語の同時通訳って見たんですよ。でリアルタイムで見たわけじゃないんですけど、同時通訳なんで喋る言葉、英語の言葉にフランス語の、同時通訳がかぶって喋ってるっていう状態だったんで、このなんていうのかな、スーティットルってなんていうの、なんていうんだ、字幕とかじゃなくてね、だからちょっとフランス語で分かんない時は私英語で聞いて、英語とフランス語と合わせてそういうことかって分かる時もあるんで、本当は両方聞きたいんですけどフランス語しか聞けなかったんで 100% 理解したわけじゃないです。私も 100% フランス語理解できるわけじゃないんでね、難しいところは。ただこの前のその討論会で2人が喋ってたことはほとんど理解できる言ったらねそんなに難しい内容じゃなかったと思うんですよ。もちろん英語でも多分ね英語を話す人だったら全然余裕で理解できるんじゃないかなっていう内容だったと思うんですけど、とにかく嫌な女だねカマラ・ハリスはやっぱりってちょっと思ったかな。最初からね、皆さんこれからあなたたちはトランプが今から話すたくさんの嘘を聞くことになるかと思いますみたいなことを最初言ったじゃない。すっごい嫌な女と思って。でも結局ね私は全部聞いてないです。もう全部聞けなかった。で1時間半ぐらいあったのかな、1時間半とか2時間近くあったのかな、分かんないんだけど1時間しか見れなかった。時間もなかったっていうのもあるんだけど、何も食ったらねえなって、本当は最後まで見たかったんだけどね、その後ちょっと時間も押してたんで全部見れなくて、で1時間ぐらい見たんですよ。その間だけでもなんとカマラ・ハリスの嘘の多いこと、よくあそこまで嘘言えるんだと。それでもってさ ABC っていう番組だからさ、あれだってカマラ・ハリス側の味方じゃないですか。だからトランプ言ったら1対3だったわけですよ。でトランプが喋るとABC のその司会の人がねモデレーターの人がこうなんていうのそのトランプの言うことのファクトチェックをやるわけですよ。本来だったらカマラ・ハリスが答えることを司会がやるわけですね。でカマラ・ハリスが何を言ったって嘘言ったって何言ったってそれのファクトチェックは全然やらないっていう、それは散々ねネットのとかでねそういうのでね皆さん聞いたかと思うんですけども、まさに本当にそうだったわけです。で私は文句言いながら見せたわけで、なんでカマラ・ハリスにはファクトチェックしないのよと。でトランプが言うわけですね、ところどころで、ね、なんとかなんとかって彼女は言ってるんだからそのことを彼女に聞いてみてくれっつってね、こう司会の方に促してもその質問はしない。じゃあ次の話題に行きますっつって、もうどんどん都合の悪い話題はどんどん切ってって、もうコロコロ話題が変わっていくわけよね。だけどトランプが言ったことに関してはもうしつこく聞いていくわけ、何回も確認するようにファクトチェックみたいな感じでね。ほいでほらいつもだったらで笑ってごまかして何も答えられないっていうカマラ・ハリスがさ、今回は割と喋るには喋ってたよね。嘘ばっかだったけど、嘘すっごい多かったけど、
でそれでカマラ・ハリスが答えられないことに関してはっていうか答えられないか分かりませんよ。答えられないのかわざと答えないのか分かりませんけど、それに関してアシストするように司会の人がさ、いやそれはっつってこうトランプに反論するわけよ。いやお前がディベートやってるわけじゃねえだろっていう話でさ、だからトランプも終わった後にね、僕今までで最高っていうかね、デバっていうか、ディベートだったんじゃないかっていうわけですよ。だって1対3だったんだからっていう話でね、もう本当に1対3、ひどい、でもあれと同じことが日本でも起こってるわけですね、今総裁選でね。同じなわけです。テレビも全部反高市だしね。ちなみに日テレとかがさやってたさ、党員の人になんだっけ、アンケートしましたみたいな票のね数、あれ全部嘘ですから、全部嘘ですから、あんなの。でちなみになんとかさんっていう人が書いてた記事なんかでね、自民党本部が、調査っていうか、党員に、党員用に調査したデータではみたいなね、調査したと言われているデータではみたいなね、あれ自民党出してたじゃないですか、本部が。一度も調査してませんと。だから全部嘘、嘘なんですよ。もしくはまず党員の名簿が外に漏れるっていうのはおかしいわけですよ。おかしいわけです。おかしいんですよ。だって門外不出のやつで総裁選に立候補しようとかっていう人は、その党員のリストっていうのを自民党の本部から買わなきゃいけないわけです。なので普通の自民党の議員ですら見れないわけですよ。見れないのね。そうなのにそれが漏れるわけがないんですよ。でもし漏れたとしたら、石破があからさまに有利に出ていたアンケート、あれは石破が有利に出るような、つまり石破を応援してるような人たちの名簿でも流したんじゃないのかいとね、そこで調査したんじゃないんですかみたいな。つまりそれを漏らした人がいる。誰漏らした人っつったらどう考えても自民党の本部っていうことになりますね。本部も反高市の人がいるということになりますよね、それってね。だってあれをなんでああいうデータをね、うっそなデータをね出してくるかっつったら、ああすることで、高市さんはじゃあ勝てないんだっていうさ、石破さんが勝つんだったらそっちに乗っけようっていう話でしょ。でも石破がなるとは思ってないから、やっぱりどう考えてもね。とりあえずもう高市さんを1番と2番に入れないっていうね、その作戦でしかないんだろうなとやっぱり思うんだけど、ひどいね。あのデータ見た時に、これはまた完全な捏造か、それともあれだなっつって、名簿で高市さんも言ってたでしょ。よく名簿持ってますねって、持ってるはずないんだけどなっていうことでね。私もそう、なんで名簿持ってんのって持ってるわけないじゃんって思って、だって高市さんだって買わなきゃいけないって前回の時言っててさ、お金出して買わなきゃいけないんですっつってね、何百万もするわけよ。あれはね300万とかしてたかな、忘れちゃったな、結構いいお金するわけですよ。買わなきゃいけないっつってたのにさ、なんでテレビ局が党員を調べてってなんで調べられるのって話じゃない。本当にその党員調べてたらね、千何人っつってね、本当にそれでピンポイントでやってるんだったら名簿持ってるってことになるし、そうじゃなくてバーッと全部で電話して適当に聞いて、党員ですかって聞いて、そうですって言った人の答えをもらいましたっつったら、10万人ぐらいに電話して、数字ですからね、比率的に言ったらね、日本の国民のね人口と日本の人口と、自民党の党員数と考えるとね、ランダムに電話をして自民党の党員ですっていう人に当たるには相当かけなきゃいけないわけですから。1億2000万人分の100万ですからね。10万人ぐらいにかけないと1000人ぐらいに当たりませんから。それやったんですかって話じゃない。本当おかしいよね。だからそういうことをね、ネットで言ってる人いっぱいいるからね。どなたかの受け売りの部分もありますけど、これ今喋ってるのね、私がこう調べてやったってわけじゃなくて、いやでも電話のやつはねおかしいなと思ったけどね、人数とね。あとパーセンテージっていうか
何票って石破があんだけ取れるわけないから、はっきり言って。だって産経のやつのそのなんだ調査だと、あそこはそんなに数あれしてないから、でも割合的にはもう 60% が高市さんっていうのがね、あれはなんだろう、自民党の党員じゃなくて自民党支持者かね。自民党支持者では別にそれはほらあれじゃない、党員じゃないからさ、アタックしていけば自民党支持者っていうのがまあほとんどなんだ3割ぐらいはいるのかな、やっぱり。そしたら10人いたら3人ぐらい自民党支持者がいる可能性があるわけで、そしたら抽出は楽だよね。だって1億2000分の1億2000万分の100万よりは全然楽じゃないですか。まあその、ね、数字の問題はいいとして、でもとにかくだから同じことがやっぱり大統領選も総裁選も起こってて、でまあ大統領選の話に戻しますけれども、大統領選はね、あれはね本当にね怖いんですよね。あちらさんはトランプがなるのはいろんな意味で、高市さんがなるのも怖いっていうのも今度話しますよ。じゃあその話しますよ。なんで怖いのか、高市さんになってほしくないのかっていうね、本当にね闇の部分ですね。闇の部分っていうのがな、それも今度話そうかなと。私もそうじゃないかなと思ってたら、やっぱりそういうこと言う人がいるから、私は大元はそれじゃないかなと思ってる部分があるんですね。でトランプも同じですよ、結局は。何かっていうと、結局トランプになってもらったら困ることって本当にいっぱいあるわけですよね。だからこれからの政策に対してね、じゃあ移民が移民がいなくなるとかっていうことももちろんあるんだけれども、それだけじゃなくて一番困るっていうのは、一番っていうかね、いろいろ困ることいっぱいあるんです。例えばね、ジョン・ F ・ケネディの暗殺の話だったりとか、いろいろあるわけじゃないですか。あれを暴露すらおかしいね。最後数パーセント残っている、数パーセント本当にちょろっと残っている、まだ出てない情報っていうのを出すっていうのを風に、トランプはまた言ってるわけですよね。前回出すっつって結局出さなかったから、全部は。でまたそれを出すって言ってるじゃないですか。そうすると、やばい連邦の機関があるわけですよね、アメリカは。でどうしてもそれを阻止したいね。だってあの人たちがやったんだからっていう話じゃないですか、結局ね。でそして、さらには面白いっていうかね、こういうことなんだろうなっていうのが、この前なんか誰かがそんなこと言ってて、私もそれ納得と思ったわけ。誰が言ってたのかな、すっかりいろんな人の見るから誰が言ってたか忘れちゃった。でも今、アメリカのその、州ってほら赤か青かにこう分かれてるわけですね。青が民主党バイデンの方ですね。で今回はハリスですけど、で赤が共和党のトランプの方なわけです。でスイングステートって言って、いつもこうスイングって揺れるっていう意味でね、でどっちに転がるかその時によって違うっていう、州があるわけですよね。でその時にそのどっちが揺れるかわからない州ってもちろんあるんだけれども、もう今完全にもう青と赤で決まっちゃってるステートっていうのがあるじゃないですか。でもブルーステートに住んでる人たちでももう本当にその民主党がの政権のっていうか、その州知事とかがね民主党側の人になっちゃって、でそのなんていうの、もううんざりだっていう人がいるわけですよね。例えばロサンゼルスとかカリフォルニアとかで、完全に左巻きではねブルーステートのところに住んでて、でそしたらもうそれがなんていうのかな、もうその例えば950ドルまで、の万引きは、罪に問わないと、そういうのが決まってたりするわけじゃないですか。もうそんなの嫌だということで、であとはなんだっけ、カリフォルニアって確かあれだよね、性転換の手術も親の許可なしにできるようになったんじゃなかったっけ。なんかそんなのがいろいろあるわけじゃないですか。でそんなところにもう住みたくない、子供と一緒に住みたくないって言って、そういう人たちがレッドステートにこう移動するわけですよ。引っ越してるわけだから、カリフォルニアからテキサスに行ってる人とかってすごいいっぱいいるわけですよね、今引っ越して。そうすると結果的にどうなっていくかっていうと、アメリカの選挙制度ってみんな知ってるかな、どうなってるか。ちょっとややこしいんだよね。ややこしい。で簡単に説明すると、例えばカリフォルニア州っていうとこで選挙人制度って言って、選挙人の人数が決まってるわけですね。で例えばカリフォルニアっていうところの数字が、例えば人数、カリフォルニア州に住んでる人の人数によって決まるわけですね。だから多ければその選挙人っていうのが、例えば
いくつだか分かりませんよ。40だったら40って決まってるとしますね。そうするとカリフォルニアで例えば民主党が取ったらその40っていう数字を総取りになるわけですね。でそれがそのまま自分が総取りすることでその数でトータルでその数で決まってくる。だからちっちゃいところを取ってもちっちゃいところ3人とか1人とかそういうところあるわけですよ。3人のところを取ったところで例えば何州って50州あるうちの25州以上とかそういうことじゃないわけですよね。例えば23州しか取ってなくっても選挙人の数が大きいところを取れれば勝てるわけですよ。そういうシステムだからその人数が多いところがみんな欲しいわけよね。だけどカリフォルニアみたいな人数がいっぱいいて数が多かったところからどんどん人が流出してるからってことはこの人数が減っていくと選挙人の人数もどんどん減っていくわけですね。でどんどん流入していくね。赤いそのレッドステートの方にこうみんな移動していくとそっちの人数が増えてくる。だから例えばテキサスだったらテキサスが今まで25人だったのが30人に増えるかもしれないね。でここはもう共和党のところだから共和党が絶対取るわけですよね。でどんどんもっとブルーステートからみんなレッドステートに流れてるわけだからレッドステートの方に流れてったらそっちの方が人数が増えてってブルーステートの方はどんどん人数が減っていくわけです。だから数取ってもトータルしたら少なくなっちゃうかもしれない。半分以下になっちゃうとそうするとどんなに頑張ってもこの先今の政策続けていく限り民主党っていうのはね逆に勝てなくなってくるわけですよ。だから移民をむっちゃ入れてるわけです。移民入れてね聖域都市とかって言ってねそのブルーステートのところに移民を流すで来た移民にすぐ市民権を与えて選挙権を与える。要は自分たちの方に投票しろよと。だからどんどん流出してるところにどんどん人を入れてる。そういうことをやってるわけですよ。そんな民主党許せますかっていう。そのために移民をどんどん入れてブルーステートに送ってねなんつうの人数を減らさないね減った人数分をこう入れていくみたいなおそらくそういうことなんだろうなと。そういうことらしいですよ。要は一番の根っこっていうのかなそのどんどん移民を入れてでそれでその次だからこの今度の選挙で例えばトランプが勝ったとしますよね。でトランプが勝ったらまあそれはレッドステートの方が居心地が良くなりますよねやっぱりね。そうするとブルーステートにいながらにして共和党支持者の人たちっていうのはねレッドステートは共和党の、州にどんどん逃げていくわけですよ。そうするとブルーステートの人数がどんどん減っていく。だからシカゴとかニューヨークだってもしかしたら減るかもしれないし分かんないけどまあニューヨークなんかはもう 80% ぐらいがブルーな人たちって言うしねシカゴなんかもそうだしだからその辺はあんまり変わんないかもしれないけどまあでも変わると思いますよやっぱりそこそこね。ワシントンもねそうだしね。だからねある意味ねそうなったらもう民主党全然勝てなくなるわけですよ。でねトランプがなったらトランプまた国境閉めるっつっててでね不法滞在者を送り返すっつってるわけだからもう民主党真っ青なわけですよ今これでトランプが勝ったらすんごい困るわけ民主党は。そういうことになってっから必死なわけよね。民主党が勝てないだって予定だったら本当はもう絶対共和党が勝てないようにするはずだったんだもん。だって前回の選挙からそうなったでしょ。前回の選挙バイデンジャンプがあったじゃないですか。あの方法でもう絶対その共和党が勝てないような選挙システムに変えるつもりだったわけですよね。でもそれがうまくいかなかったわけよね。今必死こいてねどうやってハリスを勝たそうかっていうもう工作一生懸命してると思いますよ。一生懸命ね。またやるよきっと。ジャンプがあるかどうかは知らないけどだってさ身分証明書もいらない免許証もいらない言ったら投票できるっつんだから。なんか私たちが旅行で例えばさアメリカ行ってさね選挙の時に投票したいんですって言ったら投票できるかもしんないよっていう話なわけ。だって不法滞在な人がさ行ったって投票できるっていう風にするっつってんだからさほいだら私たち旅行者だってさ行けるわけでしょ。
まあとにかくそんな感じでアメリカもめっちゃくちゃなんで、とにかく今回はどっちにしろトランプに勝ってもらわないと、アメリカはね緩やかにね、衰退に入ってますよ。もちろんアメリカも。だからトランプがなったところでメイクアメリカグレートアゲインになるかどうかは分かりません。もう相当やばいとこまで行っちゃってるんで、どうこうなんて言うんだろう、振り子のようにね振りすぎたものをね戻しきれるのかどうかってとかはね本当にわからない。で、私的にはトランプがなったからってアメリカは良くなると思ってません。ただ悪くなる、今のまま例えばカマラ・ハリスがなったらもうどんどん悪くなるね。今のバイデンのままだってね、今だって相当悪くなったわけですよ。この4年間でね、4年間で悪くなったわけじゃないですか。でそれがどんどん加速するだけなんですよ、カマラ・ハリスになると。でそれをトランプがなった場合にはまあそれをスピードダウンさせる、もしくは同じぐらい、もしかしたらラッキーだったらちょっと持ち上がるかも。でもなったからといってガーンと良くはならない。良くなるためにはやっぱりね相当な時間が必要だと思います。ここまで来ちゃうとやっぱり。日本もそうだと思うんだけど、日本もほらね、30年ダメだったわけで、そしてアメリカもね同じぐらいのねどんどんダメになるのは早いけど、戻ってくるのってすごく時間かかることもあるんでね、ものによっては。なのでアメリカがね、古き良きアメリカなんてのはもうまるで無理なんだけれども、ある程度安心して暮らせるようになるには頑張って最低10年15年は必要じゃないかなやっぱりと思うね。おそらく20年ぐらいかかるんじゃないかなと思いますよ。なので今こうどんどん衰退してってるのをトランプはちょっとそれを緩めるか、もしくはそのキープしながらだらだら今の状態を続けつつゆっくり改善の足がかりを作っていくぐらいのことしか多分できないと思います。悲しいことですけどね。でも日本はそれね、基本的にはアメリカは俺は俺っちのことやるからお前はお前のとこ全部自分でやれって言われたらそれを、ラッキーと思ってね、外圧に弱い日本なんだからそれを外圧だと思ってね、アメリカさんがそう言ってっからやりましょうっつって今までそうやってきたんだからね。アメリカが言ってきたからね、 LGBT だってなんだかんだって言って通したわけでしょ。でアメリカさんがね、お前らも核武装しろよっつったらそうですねっつってやりゃいいじゃないのって話なわけですよ言ったらだから利用しろってことなんですけど、だから自立の道をねやっぱりね日本もね考えていった方がいいと思いますよ。でトランプにしろハリスにしろどっちがなったって対応できるのは高市さんしかいませんわ言ったらね、そんな感じでね、両方の選挙戦ね、総裁選と大統領選注目していかなきゃいけないなと思うんでちょっとかぶせましたけど、メインとしては大統領選の話ですけど、今日は編み物が短かったんでちょっと大統領選のことについて話してみました。どんな影響がヨーロッパに来るのか。ヨーロッパはもう衰退ですね。ダメです。フランスだってあとマクロンだってあと2年続くんだよ。2年半続くんだよ。冗談じゃないよって話だよ本当にもう。お先真っ暗ですわフランスも。お先真っ暗。いややばいねフランス。もうやばいとかって言ってもう終わってんだわ実はね。フランスはもう終わってんだ。諦めろって話ですね。諦めます。でもねフランス人たちはね諦めてません。終わってると気づいてませんっていうか終わってると思いたくない人たちだからね。今回のねオリンピックでね私はねパリにっていうかフランスに来る観光客は減ると思ってます。あんな開会式やっちゃったからね。フランスってそういう国だったんだへーっていうんでね、フランスに興味が失せる人爆増してんじゃないかなと思ってますよ。フランスはねもう終わってますというわけでございます。長くなりました。すいませんというわけでまた次ねお会いしましょうということでね。じゃあねバイバイ。